はい、なんかちょっと曇ってるけど、今日上野グリーンクラブ 20% オフセール今日から始まってまして、早速行ってきました。ボンスキーズのちえさんもいてですね、ちょっと挨拶できました。忙しそうでした。人入りはまずまずでした。曇りだったんで見て回りやすかったです。で早速、買ってきたものを紹介したいと思います。まず一つ目、こちらは三輪富士かな。三輪富士買いました。三輪富士の白花だそうです。はい。富士っていう名前ついてますけど、マメ科の植物ですね。ちょっと足元とか出してみて、なんかやってみたいと思います。はい。三輪富士、はい、いいですよね。ちょっと足元の苔取ってみましょうかね。この辺が面白かったら儲けものなんですが、足元は一つになってて、株立ちに作れそうですね。いい感じです。ちょっとこの辺とかね、切り戻してやったりとかしたら、こういう枯れてるとこだけ切って、ちょっとここはいらんけん取って、まっすぐはちょっと嫌だから、この辺少し目をさえしといたら、なんかそのままでも良さそうな感じがします。次はこれはサルスベリの姫サルスベリです。ちょっともじゃもじゃしててよくわからないんですが、なんか、根っこがですね、少し面白そうだったので、少し根を出して植え付け角度なんか変えてみたら、良くなるんじゃないかなと思いまして買ってみました。これは姫サルスベリ Y 製のものらしく、廃椒なのかな、そういうやつです。はい、普通のサルスベリ今ちょうど咲いてるのがあります。これですね。今ちょうどお花咲いてますけど、花の大きさもだいぶ違いますけれども、葉っぱの大きさも違いますね。はい。私はこの普通のサルスベリも結構好きなんですけれども、はい、姫のこの、アメリカ原産かな、地下層っていうやつだと思うんですが、これもですね可愛いから買ってみました。はい。でこれ姫サルスベリなんですが、これねちょっと試しにここがねちょっと面白いんかなと思ったんですよ。ちょっと洗ってみましたが、挿し木したばっかりやからまだまだですけど、ここがねいいかなと思うんです。この辺のちょっと走ってる根っことか、はい、これを少しずつ高植えにして根上がりにしたら面白くなるんじゃないかなと思います。これね、辺のやつはでこうやってね、丸中さん方式で根っこ切らないでちょっとまとめよう。これに入れようかな。こういう風にこうかな。このくらい、とりあえずこのくらいで植え付けておこうかな。よし、とりあえずこれで水苔かぶせて根上がり圏外風にしてみます。次はこれは何やろかね。イボタ。またイボタ買ったんか。あるのに買うっていう不思議な現象ですね。イボタ少しお値段高かったんですが 20% オフですので、少しお値段張るやつも買えちゃいます。はい、ちょっと根元が太くて曲が面白いところがありまして、盆栽の形としてはどうなんかなと思うんですが、ちょっと変な木とかも やっぱり好きなんで、はい、買ってみました。はい、こちらは4000円だったんですが、結構太いんですよ。でミニでも太くてちょっと面白いやつです。イボタはこんな感じです。根元が面白い。こっちが前かな。なんか見方によってはいろんなところが正面にできそうですけど、こっちかな。こっち前で少し傾けて、こっちは強いからこっちはちょっと抜いて、
こういう角度で作っても良さそうですね。枯れてる枝あるから枯れてますね。多分この枝強いからもう抜いちゃおうかな。挿し木して、そうですね。この枝が強いから今回はもう早々に抜いちゃいます。はい、すっきりしましたね。もうこれだと作りやすそう。これでいきます。これは挿し木できるかな。ちょっと切れば姿になるように業者さんが、枝を残してくれてるっていうのもあるんですけど、こうやってパッと見た時にこうしたらいいかなってイメージできたものを買っています。融合剤を塗ってこれは良くなりそうですね。よし。これは三つで岩傘ですね。はい。お安いやつ、ポット内のやつ。三つで岩傘は私もこれ枯らしちゃうので、何回か枯らしちゃうので、もう再チャレンジも次こそは枯らさんぞって感じですね。お花が可愛い。すぐお花終わっちゃいますけど、葉っぱの形も可愛くていいですよね。挿し木でねズンってまっすぐのやつが多かったんですけど、一番根元が使えそうなものを選んできました。これは増やすように作ってもいいけど、結構土がべちょべちょだから、秋には植え替えしたいですね。ちょっとまだ夏が厳しいのでしばらく水やりだけ気をつけながらあんまり触らないでおきます。最後の木一緒に5本買ったんかですけど、これはあれですよあれエゾマツこれエゾマツなんですよね。エゾマツのすごい葉鞘のちっちゃいやつ、特にちっちゃい、私エゾマツのちっちゃい葉鞘の笹の鞘っていうやつ持ってるんですが、それなのかな。とにかく葉が細かくて小さいです。足元の曲も結構面白くて、すぐ入り口側のところにエゾマツコーナーあったんですけど、その中でも一番小さくて根元がしっかりしてて、これはいいやと思ってですね1本買ってきたんですよ。こちらの千歳丸かな、千歳丸って読めますかね。すごい細かいやつぶさのエゾマツね。この辺のちょっと枯れてるやつだけお掃除して古葉ポロポロ取れますね。ポロポロ取れる、めっちゃ取れるけど、これあんまり取りすぎたらねダメなんですよね。ここがいいですよね。ここが、これはもう持ち込むだけ、鉢替えて持ち込むだけですね。我が家はエゾマツカラマツは管理できるので、その代わりいろいろいじくるとやっぱり弱ってしまうから、カラマツは針金かけられますけど、エゾマツなんかはちょっとあんまり無理なことできないので、ちょっとこういう風に古っ葉時々取ってあげたりして伸びてきた分だけ目摘みして、あとは葉すかし 2,3 年に1回ぐらい枝すかしをして終わりです。これ Y 性だしもともと成長遅いですけど、こうやって少しずつ枯らさないように管理するだけですね。枯れた枝なんか取って、以上。植え替えもしたいけど
来年ですね、そしてあるのにいつも買うっていうこの、硬質のプラポット、自分はよくヘビーユーザーで使っておりまして、これを1つ500円ですけど、まとめて500円のやつを買いました。もう行ってすぐ帰ってきた感じ、千恵さんと挨拶してすぐ帰ってきた感じでしたが、好きなもの買いました。以上、こちらサルスベリ、三つ根岩笠、庭富士、イボタニ、エゾマツ、八つ房エゾマツ、これが私の今日の買い物メニューでした。失礼いたします。